あとこの、丸太もお願いしたいです。あと下出せるものから出していっちゃいます。はい、お願いします。あ、下にある段ボール一つあるんですけど、あれも持っていっちゃってください。めちゃくちゃ引っ越しをするんですけど、もうお世話になりました。本当にこの1年も経ってないけどね、マジで10ヶ月ぐらいかな、住んで。尋常じゃないぐらい俺部屋変えてるからね、家引っ越してるから。普通のなんか人とは違うぐらい、まあ、すごい変な物件に住んだり、みたいな。で、めっちゃ引っ越してるし、もうガスも電気の開通の解約もめっちゃやってきたし、今まで。はい。だからこれからね、遺伝子を残すときに全然俺が教えれるよっていう感じではあります。はい。もうね、なんか、大学の友達とか、社会人の友達とか、社宅に住んでる人とか、そこら辺に住んでる人たちよりも、圧倒的に引っ越しをしてますね。なんでかっていうと、理由は後から説明しますね。その引っ越す理由について。これ醤油ですね。あ、いいね、めっちゃいい。醤油と、うん、ありがとあと、う。うん。引っ越しそば。お、いいね、いいね。そばね。はいはいはい。こんな感じでいっぱいあります。そばまで。はい。であと、醤油やばレ。トルトカレー。おー、めっちゃいい。こんな感じで、うん。引っ越しは。ありがとナイう。ス。しかもお母さんだよね。お母さんです。めっちゃ助かる、ありがとう。引っ越しもさっきね、業者の人が持って行って、全部終わったんですけど、波乱万丈大引っ越しですから、住むところはめちゃくちゃ大事って言うじゃないですか。命をね、預けるところですから、それをやっぱ考えると、なんていうんですか、ちょっと違うなと思ったらもう引っ越した方がいいかなって、俺は思ってるんですよね。引っ越し費用とか、初期費用とか、東京なんで、尋常じゃないんですけど、その命がなくなるよりかは初期費用を出して違う建物に住んだ方がいいよって思う派なんで、だから引っ越します。このね、家はね、地区は行ってたんですけど、東からも南からもめっちゃ光が差してくるんで、鬱にはならないかな、みたいな。その、機密としては、その収納力とか、その光とか、これ間取り 2DK プラスロフト付きなんですけど、超広くてちょっと、ここにしました。服が多いからね、結構収納できる場所がいいかなと思って選んだんですけど、まず東京に来て1年経ってないんですけど、9ヶ月ぐらいでここに住んで、やばくないですか？ 1 年も経たずに9ヶ月で引っ越すやつなんて、結構大家さんからしたら大迷惑じゃないですか。だから普通に違約金を2ヶ月分取られます。はい。賃料の。バケモン。引っ越し貧乏ってやつですね。普通に。はい。ここら辺に、貼っときます。概要欄。引っ越し貧乏ってやつなんですけど、なんか、普段からね、美味しい高いご飯を食べたいとか、ブランド物買いたいとかね、買い物行きたいとかあるじゃないですか、いろいろ。はい。そこで金を使うのではなく、引っ越しでお金が飛んでいってるんで、そこが一番の、嫌な部分でありますね。でも9ヶ月しか住んでないけど、思い出とかは本当になくて、結構ね、ローカルな駅に住んでて、僕。河川敷があったり、もうみんななんか、もう気づいてるかもしんないですけど、それ、東京なんみたいなところに住んでました、正直。はい。ファンの人とか、駅で出会わないかなってちょっと思ってたんですけど、いましたね、結構。はい、もうなんか毎回ね、僕のファンの人で9時台の電車に乗る男の子がいたんですけど、もう本当に、その子がいつもなんか話しかけてくれて、おうくんってめっちゃ可愛かったですね、でも。ありがとう、みたいに言って。ちょっともう電車が間に合わないんだよとか言って。そういうなんか可愛いフォロワーはいましたね。そういう思い出はあるっすね。そうです。よし、じゃあこれで全部終わりです。ありがとうございます。じゃあまた何かあったら声かけてください。はい、ありがとうございます。キッチンでごめん、セクシー。キッチンでごめんなさい。引っ越しが今終わりまして、立ち会いね。さっきの映像を見てもらったらわかるんですけど、引っ越しましたはい、引っ越したんですけど、ちょっとごめんなさいね、もうすっごい喉が渇いてるんで、
はい、ドトールコーヒー寄っちゃいましたね。はい。カフェラテ L。やっぱり、自分の命を預ける、さっきも言ったんですけど、それをやっぱ変えてあげると、風水的にも、なんていうんですか、気持ち的にもだいぶ変わるんで、もう俺結構そういうのあって、ごめんなさいね。思想がちょっと強いんで、思想の方がね。結構ね、今回の場所は、まあ、立地もいいと思うし、お前そこ東京っていう場所です、ちゃんと。なんで、引っ越しをしたかっていうと、タイトルにもある通り、もう風水がやばすぎて。僕の家って目の前が、病院、なんですよ。病院と、神社、寺がもう俺のもう玄関開けたもう目の前に広がってるんですよ。めちゃくちゃもうこっちが病院で、こっちが神社で、お墓じゃないけど、神社。正直ね、まあ、何か結構感じてて、一個やばい話をすると、普通にゴミ出し捨てれないとか言ってたじゃないですか、今まで。なんでかっていうと、神様がいる神社の塀に直接置くんですよ、燃えるゴミとかを。それちょっと置けなくて。なんかちゃんと神様のいる場所を綺麗にして、みたいな。掃除して、みたいな。まあ、それがなんか一般的な感じなんですけど、それをなんか自分から汚すような、ゴミを出すような行為っていうのがすごくなんか心が痛くて。なんでそこにゴミ捨て場を作ったんだろうっていう場所にまずあるんですよね、ゴミ捨て場が。だからもう行かれてて、だから、神社の、囲いね、そこにゴミを出すんだよ。普通にやばくない？なんかそれが普通なんかゴミを出すたんびになんかモヤモヤしてて耐えれなかったんですよね。だから、もう一個離れたゴミ捨て場にゴミを捨てることが何回かあって、そういう気持ちでなんか生活を送ってたりするのもなんか運気も下がるかなみたいな感じで思ってたから、それがまず1個目の神社のやばい話。で、2つ目、左隣にある緊急病院の方ですね。はい。まあ、こちらはですね、本当にやばくて、僕が前回住んでたところは3階なんですよね。まあ階段こう上がっていくじゃないですか。1階、2階、3階。よっしゃー、玄関開けようと思って振り向くんですよ、こうやって。そしたら、点滴の繋がったおじいちゃんが窓からこう見てるんですよ。怖くない？めっちゃ怖くて、それが。なんか田舎順次みたいになっちゃってるんですけど、これマジで。玄関開けようと思って、玄関階段パンパンパンって。そしたらなんか、ちょっと横向いたら、やっぱ入院してるからね。緊急病院だから、おじいちゃんおばあちゃんたちが入院してるから、まあ、どうしてもね、目をつぶりたい場所ではあるんですが、目を開けると、まあ点滴の繋がったおじいちゃんとか、やっぱそういう人と目が合うんですよ、たびたび。結構近いから、本当に。まあでも僕が風邪ひいた時とか熱出た時に、もうめちゃめちゃ近いから、そういうのは良かったんですけど、まあそういうのもあって、まあウーバーイーツとか、もうなるべく玄関を開けないようにしてて、友達も招き入れることはあんまなかったり、なるべく、外にいるとか、っていう生活をしてたんですよね。一回外に出たらもうなんか帰りたくないっていう気持ちになっちゃって、家が落ち着くってより、やっぱ見られてるからさ、常に視線を向けられてる感じがして、これが結構嫌でしたね。だからこの2大ヤバ要素が前回の家にはあったんですよね。だから家賃安かったのかなって正直思ってます。あんなにでかくて。2DK ロフト付きで。まあその時は東京来たばっかだから何も知らないから、そこら辺の不動産で。まあ今は、まあ事務所も入って、まあ信用できる不動産屋を紹介してもらったり、まあこのエリアがいいよとか教えてもらったりして、まあ今の家に引っ越したんですけど。だからね、もう常にね、怖かったですね、本当に。まあ玄関を開けないから、やっぱり風通りも悪いんですよ。だから新しい風が入ってこないから、まあ常にね、ぼやけたような生活をしてたと思います。部屋の中でもボケてたと思うし、風も浴びないから、ね、自分自身もね、ちょっと風化じゃないけど、劣化していくっていうのも感じてたし、まあね、今は、本当に、扉を開けたら、景色みたいな感じなんで、それが救いですかね、唯一の。ご清聴ありがとうございました。まあ、これからなんか、制御青葉が成長できたらいいなっていうのは思いますね。なんか、サラリーマンとかも、
居場所を変えると成績が上がったとか収入が上がったとかやっぱそういう話あるじゃないですか、世間一般的に。まあそういう感じで、まあ僕自身が成長できたらいいなっていう、この結構ね、好きなんで、風水とか気にして、これからなんかもっと頑張れるように、命をここに身を預けて、頑張りたいと思います。ご清聴ありがとうございました。ブラックサンダーきなこ。オイコスですね。ブラックサンダーをちょっとかけて、きなこ味。はい。なんかワンチャン京都の金閣寺付近で、まあドヤ顔で650円ぐらいでね、値段取ってきそうな感じの見た目ではあるんですが。まあ最近筋トレしてるんで、そういうとこもね、踏まえて、いただきます。うまっ。という感じで、一応引っ越しましたよ、という報告は、できたので、まあ、新しいニュー青葉として、第4章ぐらいかな。よろしくお願いします。では、じゃあな。あげるよー。21、2、3、4、5、6。